壁一面に整然とマウントされた無骨な19インチラック。音楽スタジオだけでなく、映像機器やサーバーなど様々なプロの現場で使われているこの規格ですが、薄暗い部屋でチカチカと明滅する LED と幾何学的で冷徹な佇まいって、どこか SF 映画の宇宙船のコックピットや秘密基地みたいですごくワクワクしますよね。鋼鉄のパネルがずらりと並ぶ光景には、確かにたまらない SF 的なロマンが存在します。決して未来のテクノロジーではないんです。その正体は、その100年以上前、1922年にアメリカの電話会社 AT&T が定めた通信インフラの鉄則なんですよ。1922年。つまりシンセサイザーやサンプラーといった現代の音楽機材の形が1世紀前の電話局の都合で決められているということですか？その通りです。もともとは巨大な電話交換機の通信リレーを効率よくかつ安全に収めるために考案された幅でした。それが約 482.6mm、すなわち19インチというわけです。なるほど。この規格があまりにも強固なインフラとして定着してしまったため、後発のオーディオ機器もこれに合わせざるを得なくなったんです。この19インチという鋼鉄の檻に従わなければ、いかなる装置もプロのスタジオのシステムとして認められないという厳格な事実が横たわっています。全く別の目的で作られた企画の枠内に無理やり音楽のテクノロジーを押し込んできた歴史があるわけですね。当チャンネル電子音楽機材の探求は、あなたという一人の熱心なリスナーのために技術の歴史とそこに宿るディープなフェティシズムを紐解くためのプライベートな時間です。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。本日のミッションは、この無機質な19インチラック企画の裏側に潜む設計者たちの狂気と人間臭いドラマを紐解くことです。そもそもこの19インチという幅の不自由さもさることながら、高さの単位である 1U、 つまり 1.75 インチという数字、これ非常に中途半端で直感に反する寸法ですよね。なぜ2インチのように計算しやすい数字で設計されなかったのか不思議に思われるでしょう。はい。そこに通信インフラの歴史が関係しているわけですね。そうですね。その疑問の答えは、音楽的な音響工学とか数学的な美しさとは対極にある純粋な現場の都合なんです。現場の都合。当時の電話交換機や鉄道の信号制御装置をですね、ぎゅうぎゅうに密に詰め込むためのリレーラックとして設計したのが全ての始まりでした。あれは8分の5インチ、8分の5インチ、そして2分の1インチといういびつな3つのパーツの組み合わせで成立しているんです。8分の5、8分の5、2分の1。全く法則性を感じないいびつな数字の羅列ですね。ええ。電子楽器のために作られた寸法ではないことは明白ですが、なぜそんな不揃いな穴の間隔になったのでしょうか。それはですね、当時の工員が分厚い手袋をしたままドライバーを握ってネジをギリギリと回しやすいように決めた純粋な物理的かつ事務的な都合に過ぎないんですよ。なるほど。ネジ穴同士が近すぎれば工具が干渉してしまうし、現場のブルーカラーの労働者が最も効率よく作業できる限界の隙間がそのいびつな半数だったわけです。それは途方もないパラドックスですね。現代の最先端デジタルシンセサイゾーの肩幅や緻密な内部回路のレイアウトが、実は100年前の労働者の手首の動かしやすさによってミリ単位で支配されている。まさにその通りです。つまりあなたが今最新の機材を見上げるとき、実は100年前の工員たちの息遣いや筋肉の動きを感じているのと同じだということですね。はい。この100年前の企画が電子楽器の姿を強制的に変形させる因果関係を生むのは、やはり1980年代以降のデジタル化が引き金でしょうか。1983年のミディ企画誕生がまさに決定的な転換点ですね。ミディケーブルを通してデジタル信号の送受信が可能になったことで、はい。楽器は自ら音を重ねるための鍵盤という肉体をポイと捨て去りました。そしてスタジオの奥深くでエンジニアに管理される頭脳、つまり純粋な音響装置へと順化したんです。確かに肉体を剥奪されたわけですね。当時の資料を紐解くと、鍵盤を持たないこれらラック機材がスレーブシンセサイザー、つまり従属する奴隷と言われていた生々しい記録が残っています。従属する奴隷。19インチの檻に収められる。そこからは鋼鉄の空間にいかに狂気的な計算能力を詰め込むかという凄まじい生存競争が想像できます。そうですね。最も暴力的なアプローチの一つが、
1984年にヤマハが発表した TX816 です。出ましたね、 TX816。これは 4U という鋼鉄の檻の中に、当時世界中を席巻していた DX7 の知性を8台分も強引にガチャンガチャンとスロットインしたモンスター機材でした。8台分も。ええ、結果として128ボイスという当時としては常軌を逸脱した演算能力を誇りました。128ボイスですか。当時の CPU の処理能力と発熱を考えればまさに力技の極致ですね。本当にそうですね。一方、海外のメーカーはどうだったのでしょうか。アメリカの E-MU システムスは全く異なるアプローチで威圧感を放ちました。1987年に登場したエミュレーター3ラックです。エミュレーター3ラック。どのようなスペックだったのでしょもはや軍事用のメインフレームのような佇まいでして、44.1kHz のステレオサンプリング、16のアナログボイス、そして内蔵 40MB ハードディスクを備えていました。う。40MBですか。1987年当時にシンセサイザーの内部に物理的なハードディスクが内蔵されていたんですね。はい。しかも狂気的な価格でおよそ$15,000もしました。当然ラックの最上段の目立つ位置にマウントされる王者だったのですよね。本来はそうあるべき絶対的な頭脳だったのですが、ここで物理的敗北を喫することになります。物理的敗北ですか。ええ、最先端を詰め込みすぎた結果、ハードドライブやメモリソケットが熱と振動に耐えきれず、次々と悲鳴を上げてダウンしてしまったんです。なるほど、熱暴走ですね。はい、熱は上に上りますから、ラックの最上段は灼熱になります。結果として大規模なリコール騒ぎに発展するという人間臭い弱点を露呈しました。どれほど高度なデジタル技術も熱力学の法則からは逃れられなかったのですね。さらにもう一つの目に見えない敵、重力との戦いもありました。重力ですか。巨大な電源トランスを積んだ重いアンプやサンプラーはラックの上の方にマウントするとラック全体がグラグラと転倒する危険があります。確かに頭でっかちになってしまいますね。ですから必然的に最下段へドスンと配置されることになります。つまりラックのレイアウトが使い勝手ではなく質量と重力によって決定されていたんです。現代の DAW の画面内であれば無制限にプラグインを立ち上げて好きな順番に並べ替えることができますが、それとは対極ですね。ええ、DAW には存在しない物理法則への完全な服従です。当時のスタジオ構築がいかに熱や重力と格闘する泥臭く不器用な工場作業のようであったか驚かされます。そうですね。しかし90年代に入ってこのスレーブの集積化は究極の進化を遂げます。熱と重力の問題をどうやって解決したのでしょうか。物理的な駆動パーツを排除したんです。その究極系が1994年に登場したローランドの JV1080 です。JV1080、どのような機材ですか。わずか通有の無機質な箱でありながら64ボイスという圧倒的な発音数を持ち、これ1台でフルオーケストラを鳴らすことができました。通有の空間にフルオーケストラですか。ええ、もはや楽器ではなくスタジオそのものがラックに収まってしまった状態であると指摘できます。これらの洗練されたラック機材はあまりにも優秀で、かつてのようなトラブルもなく、ただ完璧に音を鳴らすだけの冷たいインフラへと変貌してしまったんです。完璧なインフラの完成。しかし DAW のように無制限ではない不自由な重力や熱との戦いがあった時代の機材には、ただのデータを超えた凄みや物理的限界に挑む人間の執念が宿っていたのではないかということです。ええ。そして機材が冷たいインフラへと変貌していく一方で、その物理的な檻につける行為そのものに対する美学も形成されていきました。機材を固定するためのラックマウントの耳、つまり左右のフランジ部分に現れる変化ですね。この耳とも呼ばれるフランジ部分には、ラックレールに機材を固定しネジを力強く締め込む際に必ず刻まれる独特の摩擦痕が生じます。業界ではこれをラックラッシュと呼びます。ラックラッシュ。はい。現代のコレクターたちはこれを単なる傷として扱い、市場価値が下がることを恐れます。そのため黒いナイロンワッシャーをネジと機材の間に挟み込み、傷一つない処女的な美しさを過保護に保とうとするんです。それは非常に興味深い心理の変容ですね。本来最前線のオーディオエンジニアリングの全貌で酷使されるべき道具がナイロンワッシャーに守られた美術館の展示品になってしまった。希少で高価な機材を扱う以上、綺麗な状態を保ちたいという心理は深く理解できます。傷のない状態こそが
極上のコンディションであると考えるのは自然なことですよね。ええ、確かに。しかし、そもそも論として疑問に思うのですが、なぜ当時のメーカーは最初からゴムやナイロンの緩衝材をつけなかったのでしょうか。ネジを締めれば金属同士が削れることなんて素人でも予測できる設計の欠陥のように思えるのですが、これを美化するのは少しノスタルジーが過ぎませんか？その視点は非常に鋭く、そして現代的ですね。なぜ当時の設計者たちが緩衝材を用意しなかったのか。理由は2つあります。一つは電気的なアース、つまりグラウンドの確保です。なるほど、アースですか。ええ。金属同士が直接触れ合うことでラック全体が導通し、ノイズを防ぐという実用的な目的がありました。そしてもう一つは、当時の音楽制作という現場が機材を頻繁に売り買いする市場ではなく、永住の地としての戦場だったからです。永住の地としての戦場。はい。一度プロのスタジオのラックに組み込まれた機材は、そう簡単に取り外されることはありませんでした。何十キロもの重みを持つ機材を上下の隙間なく強固に固定するためには、ナイロンのような柔らかい素材では耐えられなかったんです。確かに相当な重量がありますからね。そのため、金属製のネジと機材の金属パネルが直接ガリガリとすれ合い、塗装が剥がれるのは当たり前でした。その無骨な摩擦痕は単なる劣化や設計ミスではありません。と言いますと。その装置が巨大なシステムの一部として強固に組み込まれ、グラウンドを共有し、誰かの創造性を支えて正しく機能したという明確な証拠です。いわば戦場の勲章なんですよ。戦場の勲章。ええ。美しいまま棚に飾られるのではなく、鋼鉄の檻に入れられ、傷つくことで初めてその楽器は真の黒の道具へと成仏した。そうした現場の物理的な哲学を私たちは見逃してはなりません。なるほど。グラウンドの共有という電気的な必然性とシステムとしての一体化がもたらす傷なのですね。そう考えると、前面の整然とした秩序には確かな戦いの痕跡が刻まれているわけだ。ええ、その通りです。では前面のパネルがそうした激戦の後を美しく見せているとしたら、その後ろ側、つまりラックの裏側では一体何が起きていたのでしょうか。前面を見る限り全てが完璧にコントロールされているように見えますが。前面が理性的で冷徹な秩序が支配する世界だとすれば、ひとたびラックの裏側に回れば状況は一変します。一変する。はい。そこには太い電源ケーブルや何十本ものミディケーブル、まるでスパゲッティ状態のカオスな密林が広がっていました。それだけのケーブルが背面に密集しているとなると、単に見た目が乱雑だという以上の物理的な弊害が生じそうですね。まさにその熱と排気が当時のエンジニアたちを最も悩ませた物理的な壁でした。やはりそうなんですね。例えばエミュレーター3のような機材は内部に巨大なアナログ回路と初期のデジタルプロセッサーを同居させており、信じられないほどの熱を発しました。はい。この機材の背面に太いケーブルの束が密集すると、冷却ファンが排出すべき空気の通り道が容赦なく塞がれてしまうんです。記録によれば、背面のケーブルの取り回しが悪いだけでラック内の局所的な温度が7度も上昇するという具体的な運用トラブルの数値が残されています。7度ですか。それは相当な変化ですね。ええ、たかが7度と思うかもしれませんが、デリケートなアナログフィルターやオシレーターにとってこの温度変化は致命的です。ピッチは狂い、寿命は急激に縮みます。デジタル機材が前面で冷徹な音色を奏でる裏側で、アナログ回路が悲鳴を上げていたと。はい、大げさな表現ではなく、機材の上で目玉焼きがジュージューと焼けるほど発熱する、それが当時のスタジオの現実でした。ラックの背面には常に滞留する熱気と焦げた埃の匂いが漂う過酷な環境が存在していたんです。私たちが普段何気なく見ている前面の美しき秩序は、背面の熱気とカオスという犠牲の上に成り立つ極めて危うい物理的な綱渡りだったのですね。ええ、おっしゃる通りです。だとしたら、スタジオの写真でよく見かける機材と機材の間に開けられたあの黒い隙間にも納得がいきます。あれは単なるデザイン上の余白ではなく、熱暴走への恐怖に対する生存戦略だったと。まさにそのための空白です。目玉焼きが焼けるほどの危険な熱気からデリケートな回路を守り抜くため、設計者やスタジオのエンジニアたちは機材の間にスリットの入ったベンチレーションパネルや穴の開いていない黒い鉄板、いわゆるブランクパネルを意図的に挟み込みました。はい。1U、2U と決められたサイズの中で、あえて機材を入れない空間を作る。あの鉄板だけの黒い隙間は、次期導入のための保留箇所でもお金がなくて埋められなかった跡でもありません。
発熱する巨大なシステム全体がスーッと深呼吸をするための絶対に必要な肺活量なんですよ。機材の肺活量。しかし、時代は移り変わり、現代は全てがパソコンのソフトウェアの中で完結する DAO の時代となりました。かつてのように巨大なハードウェアを熱暴走の恐怖と戦いながら積み上げる必要性は薄れています。ええ、確かにそうですね。論理的に考えれば、重くて場所を取る物理的なラックの役割はすでに終わったのではないかと疑問を抱く方も多いはずです。そうですね。物理的で重いラックシステムは不要になったはずです。しかし、事態はそう単純ではありませんでした。と言いますと、現代においてラックは形を変え、密かに、しかし力強く逆襲を始めています。アメリカのある機材メーカーの記録には、現在のこの状況を冗談めかして、ラックアタック2、ザ・ラッケニング、いわゆるラックの逆襲と呼ぶ記述すら存在します。ラックの逆襲ですか。すべてがパソコンで完結するソフトウェアの時代になぜわざわざ物理的なラックに戻ってくるのでしょうか。一つの例として、高機能なモデリングアンプの台頭が挙げられます。ギタリストやクリエイターたちがパソコンの画面の中のアンプではなく、再び19インチラックに収められたハードウェアの機能美とその存在感が放つ威圧感に魅了されているんです。なるほど。時代が一周してまたトレンドになっているわけですね。ええ。さらに顕著なのがシンセサイザーの世界です。19インチラックの横幅にぴったりと収まるサイズのフレームに小型のモジュールを隙間なく敷き詰めるユーロラックの規格が大流行しています。ああ、ユーロラック。はい。このユーロラックの世界では 84HP ホリゾンタルピッチという独自の寸法が新たな檻として機能しています。一度ハマると抜け出せない恐ろしい世界だと聞いていますよ。しかし、無限の自由があるソフトウェアを捨てて、なぜ私たちは再び 84HP という狭い檻の中に自ら入り込もうとするのでしょうか。そのユーロラックというつこなし沼の魅力の深掘りについてはいずれまた別の機会にじっくりと語り明かしたいと思いますが、ぜひ。ここで着目すべき事実は HP という独自の単位で細分化されたその制約だらけの檻の中で人々が何を求めているのかということです。何を求めているのでしょうか。彼らはマウスのクリックによる無制限で正確無比な操作にどこか虚無感を、わざわざ物理的なパッチケーブルを手に取り金属のジャックに抜き差しする際の確実な感触、その手応えそのものを求めているんです。面白いパラドックスですね。私たちは何十年もかけて物理的な制約や熱暴走から逃れようとテクノロジーを進化させてきたはずなのに、いざその制約が完全になくなってみると、今度は鋼鉄の檻が持っていた抵抗感が恋しくなる。はい、そうですね。つまり90年代の冷たく完璧なデジタルインフラに対する人間らしい不便さと触覚への回帰と言えますね。すべてがソフトウェアで完結する時代に愛おしいと感じるほどの機材への愛着から再び鋼鉄の檻の中に自ら好んで戻っているわけですね。ええ、まさにその通りです。ラックのレールに重い機材をあてがいネジをキュッと締め込む際の手応え、それは1922年に電話局でプラグを差し込んでいた電話交換手や巨大な通信インフラを構築していたエンジニアたちと同じ重力を共有する歴史的な行為なんです。時代を超えてつながっているわけですね。ええ、現代でもコンマ数ミリ合わないネジ穴の絶望感に直面するたび、私たちは大量生産品が持つどこか不器用な主張を手のひらから直接感じ取ります。規格化されているはずなのになぜかうまくはまらない、イライラする瞬間すらも物理的な存在の証なのですね。はい。しかしこの19インチという強固で不自由な鋼鉄の檻があったからこそ、全く違うメーカーが作った電子音楽の機材同士が物理的にも電気的にも互換性を持ちました。なるほど。そして発熱と戦い傷を負いながらも複雑回帰なシステムを構築する無限の接続性を手に入れることができたんです。制約こそが最大の自由を生み出したと言っても過言ではありません。物理的な檻の中で傷つき熱を発生ながら進化を止めた機材たち、その一つ一つの重みの中に限界に挑み続けた設計者と未知の音を求めた音楽家たちの並々ならぬ執念が宿っているのですね。ええ、本当にそう思います。あなたも次にスタジオやライブハウスでラックマウント機材を見るときは、ぜひその19インチという肩幅とパネルの四つ身に刻まれたネジの摩擦痕に込められた100年の歴史の重力を感じてみてください。そうですね。
ぜひ感じていただきたいです。本日は19インチラックという規格の折りについての探求をお届けしました。あなたの手元にある機材へのペン愛がこの時間を通じて少しでも深まることを願っています。果たしてあの鋼鉄の折りの終焉で私たちが次に発見する肺活量とは一体どのような形をしているのでしょうか。次回の電子音楽機材の探求でまたお会いしましょう。